作品開発と、キャラクター造形とアニメーターをした村松玲奈です。最初はキャラクターの造形の開発をしていて、その後アニメーターの方で入らせていただきました。11話の建物が崩れていくシーンです。建物浮いていて、とある事件を発端にカビが生え、壊れて崩れていくアクションシーンですね。どうやって上空のシーンを表現するかっていうのが一番の課題。床が割れるんですけど、その床をまず作るのにも小物造形の人たちが苦労してて、割れたのはいいけど、その裂け目から出てくる空どういう風に撮影すればいいんだっていうのがあって、中に照明を仕込んでいて、本当に雲の上にいるかのような表現になっていて、建物の壁とかもどうやってこの壁をスライドさせるのかっていうのを話して、棒みたいなものに吊るして数ミリずつずらしていって壁が割れていくっていう。カビは羊毛フェルトとか丸いちっちゃい綿みたいなのをキャラクター造形の人が染めてくれたりとかして、広範囲をカビさせなきゃいけないし、スピードも必要。とにかくたくさんカビを作ってもらって、それをその場で貼り付けながらアニメートしていくみたいな。シリアスなシーンで感情をちゃんと乗せないと緊迫感というか緊張感とかが伝わらないので、クロミちゃんの気持ちになってみて、でもやっぱり主観的にならないように俯瞰してみてみたいなことを繰り返しながらアニメートをしてました。話さないとすごく独りよがりな感じの演技になるなって思っていて、キャラクター造形はキャラクター造形としての重さとか、人間とは違う手足の長さやデザインをしていて、このキャラクターだからこそできる動きをさせたいっていうのが一番。人間らしく動くからいいわけじゃないし、人間が演技しないからこそできることっていう感じがして、リアルだからいいわけじゃなくて、キャラクターの持ってる手足、体だからこその良さみたいなのをやりたいです。必死感もあるけどポーズはやっぱ美しく可愛く、間を頑張って撮りたいなと思いながらアニメートしてました。子供の頃とかに人形遊びしたりとか、ドールハウスで遊んだ経験ってあったんだけど、延長であるコマ撮りがガチの本気の大人たちがすごいもう緊張感ある画面を作り上げていくっていうのが見てて面白くて、完成したものを見ると当たり前のようにね、キャラクターが走ったり動いたりしていると思うんですけど、一つ一つが人の手で作られているので、そこをぜひ知ってほしいなと思いました。